すげえ共感できるわ。10万の価値はありそうなバイクはすごく楽しいので。リアルな話。僕運転嫌いなんですよ。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。バイクって乗ったことはない？いや、僕はないです。まあ原付きぐらいはありますけど、原付きは乗ってましたけども、ちゃんとしたバイクの免許持ってないです。原付はどうでした？原付はなんか苦しかったですね、僕は。大学時代大阪の南の方に学校があって、そこに下宿してたんですけど、もう毎週末京都に帰ってたんですよ。彼女がそっちに行ったんで、もう2時間ぐらい原付で行き来するんですけど、だからトータル4時間とか、雨でも雪でも、雪の時とか泣きながら走ってましたね。川べり強い風でトラックをこう通ったらもう事故るんちゃうかみたいな怖さでみたいな。それちなみに他の交通機関使わないでなんで現地だったの？お金がないからです。そうなんですよ。いや、もう俺すげえ共感できるわ。俺もね、大学の時に大学東京で俺の実家長野県じゃん。帰るのに下道で5時間ぐらいかかったかな。6、7時間ぐらいかかったかな。俺当時お金節約したいじゃん。特急あずさに乗ったらすぐなの。もう3時間もしないで着くんだけどお金かかるから5000、6000ぐらい。でもそれを節約するために当時俺も中型の免許取ったんだけど、一番最初は50cc の、ミッションドバイク乗ってだから高速は走れなかったんだね。 50cc だから。でも下道ずーっと延々もうなんかこんな峠道をいいですね。でもね、なんかね、やっぱりお金なかったからこれで俺は特急代を浮かしてるんだと思ったら楽しくて、あと旅みたいな楽しかったですね。でもしんどかった。だから僕もいつも帰る道ちょっとずつ変えてましたね。そうね。気分を変えて、気分変えるとちょっとずつ変えてました。だからさっき言ったように大阪の南から京都まで行くんで、その帰り道奈良通ったりとかもできるんですよ。大阪側から帰ることもできるし、奈良側から帰ることもできるし、奈良とか通る時とかも法隆寺の前とか通って法隆寺みたいな観光しながら帰る。なるほど。でも小山君車の免許持ってるんだったらさ、原付は乗れるじゃん。今もうないのかな。俺のその学生時代は 50cc のミッションバイクって結構あったのよ、流行りで。もうなんかサイズ的にはもう250cc と変わんないサイズで乗れるミッションバイクあったりして、当然 50cc だからあんまり馬力はないんだけど、そのなんていうの、ライディングの楽しさ、ギアちゃんと書いてさ、あんなのあったら、ぜひぜひ。ダメ事故はダメですね。小山君に何かあったらこの会社はなくなるからね。困ります。でもなんかエアバグベストを切ったら事故ったらにも大丈夫でしょ。あれ今市販してるの？もう市販してるんだ。結構高いですけど、いくらぐらい？10万ぐらいで事故ったらそれはもう使わないのでもう一回終わり、もう一回買うとか。でもそんな頻繁に事故したらあかんから10万の価値はありそうな気しますけどね。確かにそう。バイクって本当にちょっとした事故でも体むき出しだから、ちょっと自損でこけただけでも結構なことになる。そういう意味では女の人にはあんまりおすすめしないかな。俺もバイクでちょっとずっとサポーターしてるじゃん俺。俺傷を隠してるんだけど、あんまりいいブックじゃないから俺もミニスカートも開けないの。残念ですね。そうなっちゃうからちょっと女性がね気をつけた方がいいかな。なるほど。私もコロンビアに事故があって、私も足に傷がある。で正座を座るときに結構きつい。痛いわ。そっか。そう。足入れられへんからって。そう。なんかヨガタウネは
普通の席はなんか穴があったけど、私を座った時に穴がなかったくずっとしんどいななんか。これをずっとで、変わってもらった？いや、変わってない。かわいそうやな。言ったらいいのよ。いや。わやなくいやいや、それ聞いてないんで。他に面倒したくないから、まあ我慢して。そうなんだ、かわいそう。俺もでもね、今はもうリハビリとかして、もうほぼほぼもう元に戻ってるけど、事故ってすぐの時は俺も膝曲げるのがしんどくて、でちょうどその時に身内に不幸があってお葬式出たんだけど、みんなこう正座してさ、こう座ってるんだけど、俺は正座ができなくて、だからなんか俺の母親がなんかもう聞こえるがしに、あんたは事故って足がちょっとあれだからもう崩していいからって、こう周りに聞こえるようにってことあったけど、分かりますよ、辛いの。でもその事故があってもバイクはすごく楽しいので、まだ続ける。でも通勤は禁止なので3年ですけど、週末だけ。通勤は危ない。そうね。週末だけ。気をつけてね。気をつけます。俺もあれなんだよ、そのさっき話したカプコンでバイク通勤禁止されてて、それで隠れてバイク通勤してるやつが多かったのよ。で、会社で対策しようとして、会社の近くで駐車場を借りることを計画してたんだって、それを全体朝礼の時に当時開発部長だった岡本さんが、お前らの中に無断でバイク通勤してるやついるかもしれないけど、今会社で準備進めてて、もう少しで駐車場借りられるようになってるから、今このタイミングでお前ら事故るなよって言った週に俺事故って俺だからもう事故ってベッドで寝てる時に俺もその言葉がずっと考えてて、あいつって俺もう格好社員中にこう恨まれてんちゃうかな最終的にどうだったんですか？無事駐車場は借りれた。借りれました。そうしかもバイク俺事故ってそこから救車で病院まで運ばれたからさ、会社に連絡が来て、で三上さんとか稲葉とかが現場に駆けつけて携帯に俺の事故ったバイクを積み込むっていう、めちゃくちゃコスト高い仕事。上司がやる。もう本当申し訳ありませんと。その間僕も運転でベッドに寝てました。ってことにならないようにね。でもなったら保険は一番いい保険を準備したので大丈夫です。リアルな話。命が大事。今登録いなくなったら大変なことになる。会社も大変でしょ。戦線離脱しないように気をつけます。はい。でもさっき大野が言ってたそのツーリングの楽しみ方、その走ってたらそれに集中するから他のことを考えなくて済むしリラックスできるって話聞いて、僕運転嫌いなんですよ。車の運転も好きじゃないんですよ。けどでもそういうのでみんな好きなんやって今初めて分かりました。そのツーリングの意味とか。なんかジョギングとかも結構それに似た感覚があるんですけど、それと同じなんやっていうので、そうね、ウォーキングとかもそう。俺昔プラチナの時に家が結構5キロくらい離れてて、で歩きで通勤してて、さっき小山君言ったみたいな結構行き帰りちょっとずつルート変えて、でそうするとね街並み楽しめるんだよね。徒歩いいよめちゃくちゃ。自転車とかだとこう早く通り過ぎちゃう店の看板とかもなんかこうゆっくり歩いて、今日の日替わり定食はこれねずっとこう気になっててチリンチリンって走ってても日替わり別に食べないんだけどっていう情報がねつぶさに受け取れるんで歩き結構ですよね。Google マップにこうピンがどんどん立ってって楽しそうですね。車ね、俺昔オープンカー乗ってた時あって、オープンカーも結構いいですよ。風を感じて。そう、開放感っていう意味ではね、バイクを上回るかもしれない。やっぱバイクはヘルメットかぶらなきゃいけないけど、もう車のオープンってもうもう風ふわいやなるほどと思いました。本当にだからちょっとそれ聞いて僕バイクあんまり興味なかったんですけど、いやちょっと乗ってもいいかなってほんまにちょっと思いましたね。ぜひ試して。
リタイアしてから。まあリタイアしてからだから俺もね、免許だけを取りたいんだと思って大型。俺中型しか持ってないから、大型免許を取るだけ取っときたいかなとは思う。じゃあぜひ取ってください。小山さんの同時に同じライブ作る。神谷さんはアドバイスして、ここするとか。これも一本橋落ちてる。こんぐらいのね、幅の一本橋ってプレートをね、端から端までこう、ゆるスピードで渡りきらなきゃいけないんですよ。まあ当然教習で練習もするし、これ免許の試験であるから。でも若いうちに取っとかへんかったらなんか難しそうですね、そういうなんとか。まあね、バランス感覚とかね。だからそのグループで試験受けるんだけど、もう見てるとこれ一本橋がね、結構いろいろこう回る最後の方にあるんだよね。最後でポッテンと落ちて。悔しい。グループで練習したり試験受けるのいいですよね。僕なんかもうやっぱり勝手にすぐ対抗心燃やしてしまうタイプなんで、その車とかもなんていうんですか、実地というかあるじゃないですか、その路上研修みたいなテストがあるんですよ。その時とかもこいつブレーキ下手やなとか、俺もっとブレーキうまく踏もうみたいなとか思いながらやるんですよ。あの人よりも上手に。そういうの思いながらやれるんで、なんか結構。まあ自動車のテストとか面白いですね。免許だけでも。免許だけは全然いいですね。免許だってそれ10年取っといたらさ、いざって時にさ、すいません、誰か中型免許お持ちの方いませんか？お医者さんいませんかね。どうかヘルメットを取って、よし。はい、この心臓を空港まで運んでほしいんです。活躍できますね、その時に。僕ちょっと免許ないんでって、かっこ悪いじゃん、ちょっと。そうですね。タクシー呼びますねっていう。老後取る免許何がいいかなって今ちょっとなんか考えてたんですよ。なんか船とかもいいですよね。いやいや、バイク。